おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、もう皆さんね、もう怖いって絵が言うてますので、そんな人たちをぶちのめすような絵を描いてやろうと思います。本日もどういうこと？優しくないわねって感じですか？思い切ってね、もう色をバーンと置いてみる。思い切って、水をバーンと置いてみる。そんな絵を描いてみようと思います。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、アバロンという紙を使っております。もうちょっとね、これから外れてしまってですね、あれですけども、6号のアバロンを使っていこうと思います。いつものようにマスキングテープで思いっきりいきます。面白いです。いこうと思いますのでね、もう怖がらない。一回騙されたと思っておっちゃんにね、騙されたと思ってやってみはったらどうでっか。本日もよろしくお願いいたします。まだチャンネル登録していない方、ぜひぜひ、面白いおっさんなんでね、明るくて、ちょっと頭の悪いおっちゃんですけど、よろしくお願いいたします。これマスキングテープ貼ってるのはこうね、いつも言ってる額縁効果というものでございます。で、今日は北海道ですね。北海道のこの森を支笏湖の近くで、これ写真撮りました。まあ現場で描けなかったのは残念ですけども、ちょっと雨もね、この日降っていて、大きな木ですね。で、シダの、ちょっとね、透明水彩ですけども、これぐらい鉛筆をちょっと濃いめに思い切って、うわ、もうこの段階でもう無理。私はもう無理。私そんな透明水彩描きたくない。ちょっと待って。ね、皆さんちょっと待ってください。いつもね、皆さんもすぐ逃げていく。ヒューッと逃げていくからね。はい。よいしょ。で、この辺にこう葉っぱがこうあるなと。もう一枚一枚こう描いててもしゃあないので、大きな枝とか大きななんかですね、ものだけ当てくこうて、この辺かなということだけ。ボコーっとこう倒木ですね、雪かなんかで、倒れたのか。この辺の葉っぱなんかもいちいちこんなんね、描いててもしゃあないところあるんで、透明水彩といえども、かなり思い切っていこうと思えばいけますので、ちょっとね、今日は皆さんちょっとお付き合いいただければと思います。ちょっとこう、坂になっているのかな。で、ちょっと暗い流れとか、枝の影の部分とか、この辺だけはちょっとイメージをしておいてください。この辺はちょっと暗い色を置いていきますので、この辺のこうイメージだけはこうちょっと頭に置いておいてください。もういきます。いきなり水を。ね。ビシャ。ハケとかでもいいと思います。綺麗なハケかなんかでやられてもいいかなと。そしてパレットもちょっと絵の具が固まってますので、ビシャ。よいしょ。うわ、開始3分でわけわからん。ねえ、おじさんの動画はもう本当にね、鮮やかな緑なので、この鮮やかな緑だけはこう、あまりこう、鮮やかさをなくさないようにしながら、キャー、だんだん、この辺にも葉っぱがあるんだぞ。水マシ。だんだん。この辺の鮮やかな葉っぱは黄色。ハルモニアと違って、多少混色はしていいと思いますけどね、そんなにこう、もう3色とかぐらいが限界ちゃうかなと。あんまりやりすぎの方が僕は個人的には最近いいんじゃないかなと透明水彩は思ってます。この辺にちょっと水が足らんぞ。塗ってみたらすぐわかりますよね。この辺全然水足らんなとかね。ここも全然水足らんかったね。あんだけやってるのにここ行ってなかった。よいしょ。まず、びちゃびちゃにしてください。勇気がいる。こんなことできるわけがない。このおじさんみたいな。もうむちゃくちゃよ。もう、このおじさんについていっちゃダメよ。そんなことはないですね。いいんです。ついてこなくてもいいんですけどね。チラ見てください。ほんとね、皆さんね。ちょっとこう、アバロンの場合はこう、波を打ってしまうところあるんで、その辺というのは楽しみながら、何でもやってみてください。奥の方の森でございます。もうこの辺ちょっと水が足らんね。ちょっと向こうの方はなんか青みがかっているけど、あまりこう、後で、鮮やかさがなくなってしまうので、あんまりこう、あれはせずに、混色せずに、このカドミムグリネオかなんかやと思いますけども、こいつを中心にこう塗っていきますと。一通り、黄緑色が置けてきたかなと。もう多少この中にもこうレモンイエローみたいな色をチュンチュン。
で、少しですね、暗い色とか、まあ、滲みすぎるとは思いますが、ちょっと置いてみたりして、ちょっとこの辺りは適当にやってるわけじゃないです。木の落ちている影、先ほどちょっと言った影のラインって言ってたようなとこね。いうところはちゃんとこう見定めながらも、こちらに手前に、この辺はもうね、川ができてますね。川ができてもまあ気にしない。この辺ちょっと暗い色のたまりがあるかなというところとか、この辺ですね。本当にヒグマが出てきそうな雰囲気のある森でございますよね。これ以上奥行かないでって感じですね。この際ね、画面を全体に、一箇所にこう留まらないようにしながら、全体にある程度、暗い色も置いていきながら、鮮やかさは保ちつつ、ここは難しいですよね。鮮やかさも保ちつつ。よいしょ。まあ混ぜすぎるとちょっと色がね、暗くなっていってしまうので、この辺だけはちょっと注意しながら、暗くなりすぎないように、鮮やかなまず緑を置いていくというような気持ちで置いていってください。また川ができてきた。この辺も池ができてきましたね。なんかタガメがいそうですね、こういうとこね。また虫やんけ。ね、タガメがいそうな感じ。ここの池はタガメがいるぞと。対抗値がいるかもしれないよ。で、白とかもちょっと不透明のね、白とか入れる、カドミウムグリーンネオっていうのはどちらかというと不透明の色、透明水彩ですけども不透明の色なんですけど、まあそれはそれとしてちょっとこう白とかを混ぜながら、またちょっと暗い色とかが少しですね、水が落ち着いてきたな思ったら、ウルトラマリン、バーンとシェンナーみたいな色とかで僕はよくやりますけどね。ここの木のとこの木の影がある。こういうところにも少し、あんまやりすぎるとね、せっかくのこの綺麗な緑色っていうのがなくなってしまいますので、この辺だけはちょっと注意してください。あとは思い切ってやりましたね。全体にですね、白い部分がなくなってきたかなと思います。ちょっとこう、池とか川になっているところですね。こういうところにね、よいしょ。カニがおるかもしらんしね。やっぱりこう、少しですね、乾くと、明るくなりますので、ちょっと乾く。よいしょ。ちょっと軽めに乾かしました。で、完全に乾かないうちに、軽めにね、乾かして、それでもうちょっとまた濃いところを、そうするとこう、滲みみたいなのがちょっと弱いですもんね。少しもう乾き出してるところもありますが、ちょっと濃いね、ところとかね。もうここは乾いてますね。で、外側から暗い色が決まって明るい色が見えてくるところもあれば、暗くなっているところもあれば、葉っぱの隙間みたいなところもちょっとこう自分で分かる程度に当たりというのを少しつけておきながら、今使っているのは黄色と、レモンイエローみたいな色と、バーンとシェンナウルトラマリンと、あとは、あれですね。このカドミウムグリーンネオ。この何色かぐらいですよ。ちょっとこう乾き出してる上に描いていくと滲みが少し弱くなって、まあそれもまた一つの味になると。全体がボワーっとボケたような状態ですよね。で、この辺で一回パレット掃除しましょう。まあもうこの段階でもっともっと遊んでもいいと思いますのでね。例えば黄色とか、わわ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 。綺麗ですね。わわ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 わ。色とか、わわ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 わ。手についた。わわ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 。よいしょ。なんかちょっと全体的にはなんかね、こ
このカドミウムグリーンみたいな。もうわわ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 。こんなんできないわーって言ってますか、皆さんね。皆さんの声がね、僕が聞こえる能力者なので、怖いわーって言ってね、大丈夫ですよ。ご家族の方、怪しい宗教ではございませんのでね、変なおじさんというだけでございますからね。お母ちゃんが変な動画ばっかり毎日見てるとかいう人にご安心ください。そんな危ない商売してませんのでね。はい。ちょっと猫の青とか入れて、なんかね。この段階ですごい綺麗な下地じゃないですか。アブストラクトで抽象画みたいな。なんか、こう、闇雲にやっているわけではないんですが、まあ、ある程度均等にやってる感じかな。こんな感じで一回乾かしましょう。完全ではないですけど、乾きました。で、難しいのは、この形、この輪郭とかが、ビターっと見えなくて、なんていうの、ビターっと見せないで、ちょで見えてくるんですよ。それを覚えてやってほしいんですよね。例えば、ここに、ちょっとこう、外側から形が決まっているとかですね。これとかもちょっと、もうこれはどんなものでも使えますよ。こう、外側からこう暗い色でも明るい色でも、ちょっとこう決まっているぐらいのことを、ここなんか外側から書いて、こちらの方のシダの方にこう形がこう繋がっているというか、そういうのがこうちょっとこう欠けてくれば、もう十分形ってこのシルエットも何箇所かキュッキュッと押さえるだけで見えてくるんですね。ここにこう枝があるとしますわな。あるんですけど。で、こういうのも、内側の暗い色とかをぐーっとこう描いていいと思うんですけど、ね、今度は、ちょん、もう人間の目ってこう優しいもんでね、なんかこう全部を描かなくても、あ、これとこれ繋がってるなって想像してくれるんですよ。優しいもんですよ。できてるもんですよ。ちょんとこう描いて、ここのところにチュッとこう描いて、で、これは内側の方ですね。内側の方をチュッとこう描いて、ね、この辺にも枝がキュッとあって、よいしょ。で、今度、例えば、外側よう見たらこっち側の方が暗くなってるなとか、そういうとこ見つけたら、外側から、キュッと、こっち側から暗くなって、それによってこちらの中が明るく見えますぜ、みたいなのが、ちょっとこう後ろのもちろん枝も同時に描きながらね。その辺というのが、こう皆さんができるようになってくると、ちょっとね、初級から上級者へ向かっていくんですよ。だからこんな森なんか絶対描きたくないわと思うかもしれないですけど、チャレンジしてみてください。チャレンジ。ね、同じように内側が濃いところもこうあったりとか、でちょっとこう、キーなのでこういうタッチっていうか、あんまりそれを入れすぎる必要はないんですけども、ちょっとだけでもこう少しだけこういうところ雰囲気をこうちょっとつけてあげたりとかすると、で外側から形を決めて、暗い色で決めて塗り残ったところが、この葉っぱに見えてくる。ねえ、見えてきたでしょう。このおっちゃんなんかいつも簡単そうに描くのにね、私たちやるとできないわよねって言ってんでしょ、どうせね。どうせわかりますよ。皆さんの言うてる声とかもガンガン聞こえてきます。能力者。大丈夫ですよ。怪しい宗教じゃないですからね。ね、このぎゅーっと暗くこう、モチーフの中が暗くなっているところもあると。で外側からこうと。そうすると、なんとなくシルエットが見えてきません？こことか。見えてこないわよ。言うてる人は少ないと思います。もうこの辺だけ点って書くと、なんとなくこう、ビューっとあるような気に見えてきたりするというね。よいしょ。これぞ濃厚マシマシ系ですよ。よいしょ。で、外側から書くことによって、塗り残ったところとかっていうのが、塗り残ったというところが、シダの葉っぱに見えてきたり、こう手前のこういう葉っぱに見えてくると。
で、やっぱりこう画面をこう全体を見ながら、一部に偏らないようにして、奥のこういう形とかやったら、奥の形、木ネギなんかも、ね、こう、ビューっと描いてしまうんじゃなくて、こう、隙間から見えている枝とかですね。そういうことを意識するのよね。今んとこほぼ、ウルトラマリンバーントシェンな、カドミウムグリーンネオ、レモンイエロー。あとちょっとこれはこう、コンポーズブルーみたいな色をちょんとスパッタリングしただけですけど、少し飛ばしました。あとは白かな。そのあたりだけで描いてますので、ね、誰でも描けますもんね。今度ね、めちゃくちゃ簡単ですよね。めちゃくちゃ簡単な今日は、絵を描いております。皆さんにとってはね、こんな楽勝やと。今日はね、もう、超初心者向けですが、絶対無理ですよね。知ってます。上級者向けですよ。動画上はもうどうしても編集してるから短くなってたりすることもあるんですけど、21分経過ですね。よいしょ、ちょっと白とか入れてね、こういうところにこう乾かんうちに白とか入れてもまた味が出てきたりとかすると。手前の方のやつはもう葉っぱがなく枝がビューっとなってたりしますもんね。そういうのは、そういう風に描いてあげていいですけど、奥の方の枝とかはやっぱりその前に葉っぱとかがあったりするのでですね。常に画面を全体を見ながら、部分に偏らないようにしながら、進めていきます。見せ場って難しいですけど、僕はなんとなく、この辺の、もうこうやってこう、倒れてる木のこの辺りにしようかな思ってます。ね、もうこうやって倒れて。画面のね、四隅まで手が行ったり来たりしてますもんね、四隅まで。見せ場ばっかりこう描いてしまうんじゃなくて、全体にこう行きながら、行き渡りながら、少しずつ密度が上がってきて、とにかくこう点描を打っていってるような感じですね。先ほどのこう下地がやっぱあるからですね。効いてきていると。もう皆さんできやんといかんね。こんだけ書いてきてね、おっちゃんね。もう皆さんもう卒業していかんとね。もう私もYouTube4 年もう5年目入ってますので、もう普通やと大学院生ぐらいですよね。全体で進んでいってるのがわかりますよね。どこ書いてるかわかんないわーって感じかもしれませんけど、ある程度ですね、こう頭の中でこうね、そのまま写すんじゃなくて、こうシダはこんな形してこういう風に生えて、こうなってて、それ以外の葉っぱがこうなってとかっていうのは、やっぱ頭に入れないと、ただこう写すだけじゃなくて、少し頭に形状、形を入れてですね、進めてください。もうこの段階である程度ですね、こう、なんとなくこう見えますよね、形が。なんとなくね。そこのところが、こうね、不安やうちで閉じてしまうんじゃなくて、なんとなく周りから見えているという状態を、作っておいてあげて、今も完全に乾いてるので、少し濃いめの緑みたいなのを差し込みながら塗り残ったところは、葉っぱに見えてくる。という状態で、この、グリーンが、カドミウムグリーンネオとか、ちょっと不透明なんですね。で、下の絵の具が完全には消えないけど、塗ったら少し消えるような。こういったものもなんかこう、活かしながらですね、透明層の絵の具だけではなくて、ちょっと半透明、不透明ぐらいの絵の具も活かして描いてあげたりとかして。ほんとなんかね、ヒグマが出てきそうな森ですよね。よいしょ。ね、シダ。一回ちょっとこうね、書いてみてもいいですよね。全部書く必要ないので、少しこう書いてみるようなやつもあったり、もちろん塗り残して見せるところもあったり。いろんな見せ方ができるといいんですよね。だから書いてみてるところもあったり、塗り残すところもあったり、そのバリエーションをとにかく増やしていくと。何今の
わかる？ね、不透明の絵の具に近いので、シダを描いてみるとこういうとこもあったり。で、後ろの方、奥の方からね、少しこう決まってくるというかですね、少しこう密度を上げていくと、手前の方ですね、書き込みの時に前に出す、こっちよりも前に見えてくるかなっていうところがこう基準ができるので、後ろの方は少し書いてあげてね。どうしてもこう後ろが弱くなっていくっていう人は結構います、見てると。こうぶつかり方がこちらのコントラストより前の方が強くなってくれば見えてきますので、ちゃんと前にね。で、ちょっと最後の方、密度を上げていこうと思います。最近はこのキャムロンプロっていうのがなんかものすごい僕の中でマイブームが来ていて私の場合は本当にこう筆がもうコロコロ変わるところがもうね、申し訳ないなと思うんですけど、まあラフィーネさんはもう本当長らくの愛用でございますけども、ちょっとメインソーフでなかなかいいのが見つからなかったんですけど、これはそこまでね、皆さんにとっては高いかもしれないけどね。私にとっては、よいしょ。で、外側書いて、内側書いて、よいしょ。まあ、いわゆる隙間産業と言っているようなことを、隙間産業とは私が勝手に名付けた、もっと隙間を描いていけば、もっと皆さん良くなりますよということで、モチーフとモチーフの間、ものとものの間みたいなのをもうちょっとこう皆さんしっかり見ていきましょうということをよく言うんですね。どうしてもこう、まあなんかネガティブペイントとかっていうふうにも言うらしいですけど、英語が苦手なんで、はい。よいしょ。このまあネガティブペイントがね、分かってくるともう皆さんの表現が今ずっとこう隙間を描いていってるんですよ。ものすごいスピードで描いてますけど、一応はなんとなく見てます。で、手前の方のこう、葉っぱとかはちょっとコントラストを強くつけて、それでもこの辺にちゃんと目が行くかなっていうのも見ながら、どうですか皆さん。できそうですか？隙間を描きながら少しずつもね、隙間とか描いていって、密度が上がってきているなと。という感じでこう全体を隙間も描いたり葉っぱも描いたりとかいうのを繰り返しながら密度をどんどん上げていきます。最後はちょっとタイムラプスでお届けしようと思います。
ということで最後の最後の描き込みとなります。どうですか？はじめのふわーっとしたダイナミックな下地がね、効いているのか効いていないのか皆さんわからないかもしれないけど、なかなかね、あれぐらいこう思い切ってこうやってみやんとわからんこともあると思いますし、日頃のこう仕事の中でですね、あれぐらいの思い切りみたいなのを入れてみるとこういった効果が生まれてくるんやぞとかっていうのも、どうですか？いいでしょね。透明水彩の良さと書き込みみたいなものも相まって非常に良い作品になったんじゃないかなと思います。今日は皆さんにこれをぜひお伝えしたくて、本日は動画といたしました。よいしょ。約1時間、ほど、もう少しかな、1時間10分ぐらいかな、描いた作品となりました。マスキングを外すと、あらららら。あらららら。ということでございました。思い切って水を置いてみる。そして、形を出すときにどういったところを注意するか。初心者の人も一回やってみてください。本日はご視聴ありがとうございました。この動画良かったという方、ぜひチャンネル登録してない方、ぜひ、あとグッドボタン、コメントいただければ幸いです。では。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。いつもチャンネル登録。いつもありがとうね。いつも見てる。はい。バイバイ。喋るね。